すげえこれ。どうも、今回はこちらミルウォーキー社の 12V の小型チェーンソーの紹介をしたいと思います。これチェーンソー本体なんですけど、これの他にこんなものもあります。これにつけて使う6A と 4A と 3A のバッテリーで、これを充電する充電器、これもあるんですよ。で今回これありがたいことにミルウォーキー社様よりご提供いただきました。誠にありがとうございます。かっこいいですよね。こんな感じで、カタログもつけていただきました。で正直自分はもう昔からこのブランドを知っててですね、まさか、ミルウォーキー社さんからこのお話をいただけるとは思わなかったんで、正直今めちゃくちゃ嬉しいです。ただ今回視聴者さんの中には初めてこのブランドを見るよっていう人もいるかもしれないんで、ざっと説明しておくとですね、こんな感じで 18V のフューエルシリーズがすごい有名です。インパクトをはじめハンマードリルとかパワーカッターとかマルチツールでポータブルバンドソーとか、もう本当いろんな工具を出してるアメリカの有名なメーカーさんです。これブランドカラーっていうんですかね、この真っ赤なんですよね。全部もうどれも赤で統一されてて非常にかっこいいです。でパワーもすごいっていう、この 18V シリーズの他にもこの MX フューエルシリーズっていう、もうガソリン機器の最低義って書いてあるんですけど、このガソリン機器と同じぐらいのパワーがあるパワーカッターとかコードレスハンマーとかこういったものも扱っていると。バッテリーがめちゃくちゃでかいですよね。まあこんな感じで 18V 以外にもいろいろ出されていると。で今回提供していただいたこの小型チェーンソーはこの 12V シリーズのうちの一つになります。こんなにいっぱい出てるんですよね。なのでこのバッテリーを使えば一つの工具だけじゃなくて、こんないろんなものを動かせるようになると。じゃあちょっとこれ早速中を開けてみたいと思います。オープン。うわ来たわ。うわこれすごっ。でこっちはチェーンソーオイルもついてきました。っていうかこのケースめちゃくちゃありがたいです。この持ち運びに便利ですよね。めちゃくちゃこの堅牢そうなこのケースもついてきました。これめちゃくちゃしっかりしてます。ハンドルもこのゴムグリップみたいになってて握りやすいです。でここにチェーンソーオイルを入れるんでしょうかね。こんな感じでチェーンソーオイルを入れるところがあります。で工具もついてきますね。これめっちゃありがたい。このレンチみたいなやつもついてると。でこうしまっておけるし、こう落ちないし、これこうやって握るのかな。こう持ちやすいですね。おお、うわすごい。なんかもうこれギアーズ・オブ・ウォーの武器みたい。これちょっと自分これすごい気になってたんだけど、これもついてますね。このスパイク、これチェーンソーを使ったことがある人がいたら分かると思うんだけど、この木に当ててこう滑らないようにさせたりとか、こう切ったりできるこのスパイク、これちょっと本当に気になります。でじゃあこれ、早速これつけて使ってみましょう。643ってある中のちょっと 4A を先に使ってみましょうか。でれん、こんな感じでバッテリーはこんな感じになってました。でこれはこんな感じでここにカチッと入ります。おお、これここにロックボタンがあって、これを押してからこのトリガーを握らないと作動しないようになってます。トリガーだけでは動きませんね。左利きの人はこっち側にも同じボタンがついてるんで、押し込みながらトリガーを握るとこう動くようになってると。ちなみに、その他のバッテリー、こっちは 3A ですね。 3A はこんな感じ、ちっちゃくて可愛いですね。でそれに対して、6A、こちらもつけていただいたのでちょっと開けてみましょう。 6A はこんな感じになってます。ちなみにこれバッテリー抜くときはこうサイドを押してこう引き抜くっぽいですね。ちょっとこれ正直第一印象としてはちょっと硬いかな。ただ 4A と 6A 大きさはなんか全然変わんないですね。 3A 以外のこの4と6はあんまり大きさも重さもそこまで変わらないような感じがします。で充電器も真っ赤という。ちょっと 4A から使ってみるんだけど、インジケーターはここにありますね。使ってる間だけこんな感じで光って、残量が分かるようになってます。ただこれ、見た感じバッテリー本体にはインジケーターはついてないっぽいですね。なのでこの本体でここで確認する必要があると。ちょっと正直バッテリー側にもインジケーターは欲しかったなっていうところなんですが、
じゃあちょっとこの4アンペアから充電してみましょう。ここにこう挿してあげれば、これで充電が開始されると。こんな感じでここが赤く光りますね。はい、こんな感じで、今30分ぐらいですかねしたら、緑色になったんで、フル充電できたっていう風になってます。でこう引っこ抜くとこう抜けると。じゃこれ使って早速いろいろ切っていきたいと思います。ちなみにこんな感じで、外側からもチェーンソーオイルの残量をこう確認できるのもいいですね。でこう入れまして、じゃあ切ってみたいと思います。あ、すげえこれめっちゃ切れる。うわ、断面はこんな感じですね。いや思ったより切れる。これ 12V なんだけどパワーすごいですね。なんかスイスイ切れてきます。ここも結構持ちやすいし、うわこれいいな。この切り子もこんな感じですね。チェーンもこれしっかりしてるな。で今ちょっと半分まで切ったんですけど、ここのスパイクを当てながら切ってみます。これなんかなかなかいいな。すげえ。ちょっと横にして切ってみますか。12V だからそんなに切れないかなとか思ってたけど、全然めっちゃ切れます。これ断面もかなり綺麗ですね。この点はこのつけてる装チェーンにもよるんだろうけど、ただですねこれ正確に切ったりとかそういうのには向いてないと思うんで、これどっちかっていうと木を伐採したりとかこの庭の枝打ちしたりとか、そういったものに使うやつだと思うんで、ということでこれわさび田でちょっと現場に行って切りたい木があるんで、そこ行ってちょっと使ってみたいと思います。てな感じで、わさび田に来ました。でここ、前回の動画でこれ抜根したその場所ですね。これ害虫のコロニーだったところで、こういったところにまだこういう木とかこういうのがいっぱい生えてるんですよ。ここにもこのマサキっていう木があって、ここですね、こんな感じでマサキのこう木があると、これがすごい邪魔なんですよ。もうこういうところがもう腐るほどあって、ここが特に邪魔なんですよね。ここ片付くと結構すっきりするんで、ここにさっきのチェーンソー、あれを使ってみたいと思います。いやこんな感じでこのケース、これ持ち運びしやすくて、これめちゃくちゃいいです。これは正直最初は全然期待してなかったんだけど、めちゃめちゃいいですね。これは持ち運びしやすくて、ありがたいです。これでちなみに、4アンペアが入ってます。でこれ全部一応フル充電してきました。でまずはこの4アンペアで切ってってみて、で最後にこの3アンペアと6アンペアでそれぞれ木を切ってみて、このそれぞれのバッテリーでどれぐらいの量を切れるのかっていうのも実験してみて終わりにしたいと思います。じゃあ早速これで伐採していきましょう。これすごっ。いいね。おお。これパワーすごいな。こんなに太いのでも余裕でいっちゃいますね。食いつきもいいし、これすごいぞ。ちょ
と重いかな。ちょっと重いんだけど、これめっちゃやりやすい。食いつきがめっちゃいいです。ちょっと電池残量は確認しづらいかな。自分右利きなんで、こうやってて、ここに欲しかったかな。あれかな、アメリカの方だと左利きの人が多いのかな。まあそういうわけじゃないかもしれないけど、こうやってて、こうやって確認する必要がありますね。まだバッテリー全然4ですね。じゃあちょっと太いやついってみますか。結構太いですね。これ持ちやすいです。あ、すげえこれ。このスパイク、これなんかいい感じがしますね。うん。食いつきがめっちゃ良くなるんで。何より威力がすごいわ。わかりますかね。これ、装チェン、これかなり新しいんで、それもあるかもしれないんだけど、この切りくずがめっちゃ気持ちいいですね。この枝打ちみたいなのも。非常にやりやすいです。で、これ、ちなみにこれ切ったやつ。これずっとここに置いとくわけにもいかないんで、今ちょっとウッドチッパー探してて、それここ持ってきて、ウッドチッパーでこういったものとか、こういうやつですね。これ粉砕しちゃいたいと思います。なのでとりあえずここに今、溜めてってるっていう状態ですね。いや、すげえ。だいぶ、すっきりしました。素晴らしいですよ。このスパイクマジでめちゃめちゃいい。これあるとないとで全然違いますね。なんて言うんだろう。引っ掛けて、こういう感じで切れるんで。ただ片手でやるにはちょっとだけ重いかな。そう、このマサキっていう木が、これめちゃめちゃ厄介なんですよね。で、ちょっとだいぶすっきりしたんで。で、最後、まだバッテリー、3つ残ってるんで、ここをやっちゃいたいと思います。ここが片付けば、個人的に大満足です。あとまだ残り3あるんで、やっていきたいと思います。今まだ電池2なんだけど、ここにちょっと詰まっちゃいましたね。ちょっと危ないんでバッテリー抜いて、ここが、引っかかっちゃったな、ちっちゃい枝が。そういう時は多分この工具ですね。これでここ開けてあげれば、こんな感じでちょっと細かい枝を切るときは、これをちょっと注意してやった方がいいかもしれないですね。いや、こういう時に工具が手元にあるとめっちゃ便利なんですよね、これ。なんでこれもポイント高いですね。こう戻しておけば、これで多分動くと思います。動いた。ちょっと引き続きもうちょい。ていうかバッテリー結構持ちますね、4アンペアなのに。やっと終わったかな。やっと終わった。
まだ回る。ちょっとまだ回るんだけど、まだいけるなこれ。終わったかな。はい、まだ回る。ちょっとまだ回るんだけど、こう切ってるとちょっと止まっちゃうんで、これバッテリーなくなったってことにしたいと思います。ちょっと最後これだけ切っちゃうか。あ、完全に終わったかな。あ、やっと終わった。あ、終わりましたわ。やっと終わった。あ、回る。ちょっと待ってください。ただ、今やっと終わりました。ちょっと分かりにくいんだけど、バッテリーが終わると最後の1のメモリがこう点滅するって感じですね。正直こっち側はちょっと見にくいかな。自分右利きなんで、こっち側にもインジケーターあってほしかったですね。こうやって見なきゃいけないのかなり疲れるんで。ただバッテリーの持ちめちゃくちゃいいです。この 4A のやつ、正直もう持て余しちゃって、太いやつとかをガンガン切って無理やり終わらしたっていう感じです。なので、この 4A で切れた範囲は、こことで最初にやったこっちですね。いや、かなりこれ個人的な感想なんだけど、めちゃめちゃ量切れます。で切れ味もいいし、これすごいわ。ただ今のところ思ったのが、これグリップがこれ太いんでちょっと握ってるのに疲れますね。ここのロック解除ボタンもちょっと押しづらいかなまだ回るただバッテリーの持ちはめちゃくちゃいい。で、あと切れ味もいいです。じゃあ最後にまだ 3A と 6A のバッテリー残ってるんで、これそれぞれどれぐらいの量を切れるのかっていうのをやって終わりにしたいと思います。ここおなじみのこのハウスのわさび田、ここを残して、収穫が終わりました。こんな感じで。でもう次の、苗を植えるための畝を作ったっていう感じですね。というかもうここまでは植えてあるんですよ。こんな感じで。でここからまた品種が違うものをこう植えたりとか、ちょっといろいろ実験をやってるところです。なので、前までこのチャンネル見てくれてた方だったらわかるかもしれないんだけど、前はここにわさびが植わってたんだけど、それも今収穫し終わって、次の収穫を今待ってるっていう感じです。あれが収穫できるのがだいたい1年半後ぐらいになります。で、品種によっては2年後とかに、なっちゃうんだけど、はい。ちょっと次回の収穫がまた楽しみです。じゃあまた続きやっていきたいと思います。じゃあ最後に、ここにこんな感じで同じぐらいの太さのこの木があるんですけど、これをこんな感じで、まずこの 3A で切ってみてどれぐらい量が切れるのかっていうのと、 6A の方も同じ太さの木を切ってみて、どれぐらいの量が切れるかっていうのを最後にやってみたいと思います。3A からこれで切っていきましょう。これぐらいずつ切っていこうかな。こんな感じで。ここで今 3A の方が終わっちゃいました。点滅してますね。いや、これでも軽いからいいわ。めちゃめちゃ軽いです。これ 3A。後でざっと数えます。同じような感じで 6A をやってきます。3A 終わった後連続でやるんで、ちょっと 3A の方が有利なんだけど、なんて言うんだろう、大まかな指標として捉えていただければと思います。今もう点滅してます。これこれなんて言うんだろうな、これ充電終わるときピタッと終わるんじゃなくて、ちょっと待ったりするとこう復活するんですよね。このバッテリーこれなんかめちゃめちゃ粘り強いです。
ただまあ安定して切れるのは、これぐらいまでって感じですかね。明らかにまあ3アンペアと6アンペアなんだけど、6アンペアの方がこんな感じでたっぷり切れます。念のため数も数えてみたいと思います。59、60、だいたいこれ60ですね。平均でまあ大人のこの腕のこの太さぐらいのやつを、こっちは60と、でこっちは1、206、207、207です。こっちが60でこっちが207っていう、なんか3倍ぐらい開きがあったんだけど、まあコンディションにもよるし、このまあ木の太さも一定じゃないから、まあちょっとあれなんですけど量的にはこれぐらい切れると。で多分このバッテリーの関係で、なんて言うんだろうな、その粘り強さがこっちの方がもしかしたらあるのかもしれないです。でまあさっきも言ったんだけど、これ、ピタッとこれもうバッテリーが終わっちゃってるっていうわけじゃなくてですね、こんな感じでこんな太いのでもなんかまだ切れるんですよね。ちょっと検証しづらいんだけど、これまあ何にしろこのバッテリーめちゃくちゃ粘り強いです。はい、てなわけで今回このミルウォーキーの 12V の小型チェーンソーを使ってみました。いやこれすごかった。ちょっとまずは、使ってみて良かったと思ったところからどんどん上げていきたいと思います。まずこれ威力が非常に強いです。 12V とは思えない。こんなものでも切れちゃうんで、こんなちっちゃいのでこれだけ切れればもう十分ですよね。これ威力が強いってのがいいなと思いました。で、その次に一番自分が気に入ったのが、何気に、まあちょっと地味なところなんだけど、このスパイクがついてるのがすごい良かったですね。っていうのも、ここに押し当ててこう切るやつがめちゃくちゃやりやすかったです。これが一番気に入ってます。であとはやっぱコンパクトっていうところですね。最初はちょっと慣れなかったんだけど、これも結構使いやすかったです。まあ最終的には自分片手でこうやってたんだけど、ここ使いやすかったです。であとはこの工具ついてるのめちゃめちゃいいですね。途中でここでマサキの細い枝を切ってた時にこうさっき詰まっちゃったんだけど、この工具でこうやってやってあげたことで簡単にこう詰まった枝を排出できて、またこんな感じで動くようになったと。で今回使って大きなトラブルはもうそれぐらいでしたね。あとはもうサクサク、何のなんかトラブルもなくこれだけ切ることができたんで。でここにチェーンソーオイル、今回1回も入れてないんだけど、ここにチェーンソーオイルをこまめに入れてあげることで、このチェーンソー自体も長持ちすると思います。でここにチェーンソーオイル入れ、これも付属してきたんで、良かったです。これにストックして入れておけば、箱ごと持ってきた時にこの箱の中にちゃんとスポット入るんで、なくなった時にだけこう入れると。だからでかいタンク持ってこなくてもこれに入れてくれば1日ぐらいはもう余裕で作業できちゃうと思います。あとこの箱もめちゃめちゃ良かったです。このふわふわもついてるし、これ入れやすいし、バッテリーも入るし、で極めつけはこれですね。これ多分、こう箱を重ねてロックすると箱がこうずれないようになるやつだと思います。こういったものもこうついてる。めちゃめちゃしっかりしてるし、これも良かったですね。でこのバッテリーの粘り強さが、びっくりしました。なんかアメリカ魂を感じたというか、正直今回やっててまだ終わんないのかっていう、だから想像よりもはるかに、数切ることができました。そんなところかな。非常に使いやすかったです。で、正直ここかなと思ったのもちょっと何点かあるんで言っときたいと思います。提供してもらった手前ちょっとそういうの言いづらいんだけど、そういうのもズバッと言うのがこのチャンネルの方針なんで、ここかなと思ったところ、いくつか、言っときたいと思います。まずバッテリーですね。これが取り外しにくいっていうのが、最初思いましたね。こう強く握ってこう抜かないといけないんで、結構これ力いります。これ正直外しづらいですね。で、6アンペアとかのバッテリー、入れるじゃないですか。でインジケーターがないんで、この本体で確認するしかないんですよね。でしかも押して数秒間ぐらいしか点滅してないんで、こう動かした後に素早く見ないと残量が、こう確認できないっていうのが、ここだなと思いました。であとは、重いですね。これ使うバッテリーにもよるんだけど、6アンペアでも結構重いし、
そもそもこの本体がちょっと重いんで、3アンペアのバッテリーであってもちょっと重いかなって感じます。はい、なので両手で使うか、自分は結構片手でやってたんだけど、片手で持ってるとちょっと疲れてきますね、ここが。でですね、このチェーンソーを使ってて、ここが一番ちょっとなって思ったのが、このグリップですね。このグリップ、これが結構太いんですよね。多分欧米の、男性とかが使う想定で作られてるのかもしれないんだけど、自分結構家族の中では手の指長いねってよく言われるんだけど、それであっても結構これなんて言うんだろう、太いんで握りづらいっていうのはありましたね。でさらに太い上にこのロックをこう解除しながらトリガーを押さなきゃいけないんで、ここが気持ちもうちょっと細ければさらにめちゃめちゃ使いやすいと思います。ここはいいんで、はい、こことかはちゃんと入って手袋をしながらでも使えるんだけど、ここがちょっと太いですね。なのでここがめっちゃ痛い、もう筋肉痛みたいになってます。これいい意味でも悪い意味でもアメリカっぽいデザインになってるんで、ここはちょっと太いかなと思いました。でこのインジケーターなんですけど、ここにあるからすごいちょっと確認しづらかったっていうのがありますね。自分右利きだから、余計そう感じたのかもしれないんだけど、こう切ってるじゃないですか。こう切っててこうやって確認できないんですよね。こう確認しないといけないんで、こうかこんな感じで確認しないといけないんで、このインジケーターの位置もちょっと微妙かなとは思いました。ここら辺にあれば右利きであっても左利きであってもこう確認できるんで、ここになんでインジケーターがあるんかなっていうのはちょっと思いましたね。なのでこのグリップ、これもうちょっと細ければマジでめちゃめちゃ使いやすくなると思うんで、個人的な要望としてはこれを一番お願いしたいですね。このインジケーターに関してはこの使い勝手が悪いってだけで、この性能に関してはそこまで直結しないんだけど、個人的にはこのグリップ、これが細ければもうめちゃめちゃ言うことないぐらい、いいチェーンソーだなと思いました。でですね、バッテリーに関して、ちょっとした作業だけしかやらないよって人だったら3アンペアで、十分だと思います。で、それ以上もっともうがっつり伐採とか、枝打ちとかしたいっていう人はこの4アンペアとかで、現状出てるもので最大がこの6アンペアなんで、この6アンペアこれを使ってあげればもうこれぐらいの量の木とかこの枝をこう枝打ちしたりできるんで、このなんていうんだろう、いっぱい切りたいっていう人はこの容量の多いこのバッテリーを選んでおくといいと思います。はい、ということで今回はミルウォーキーの 12V の小型チェーンソーの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。それでは。